はい、こんにちは、店長です。で、今回ですね、すんごい車仕入れました。もう最近ね、もうこればっか言ってるような気がするんですけど、もうほんとこれに関してはですね、世界で一番美しいんじゃないかなと、そんな車です。早速紹介させてください。こちら、ジャガー E タイプシリーズ3。はい、来ました。1974年式のジャガー E タイプなんですが、もうクラシックカーを日常扱う我々にとってこんなに名誉なことはなかなかないですよ。見てください。この洗練されたフォルム、もう誰がパッと見で見ても一目でこの外見の魅力が伝わる、ものすごい一台です。あまりにも洗練された、パッと見でもね違いが分かるこのボディ、この外見にはいろんな名車が影響を受けたと言われています。りょうさん、パッと見で見てもなんかいろんな車に似てる感じがしますよね。似てますね。それこそトヨタの 2000GT とか、あとうちにもありますけど初代フェアレディ Z、 あの辺もねこのジャガー E タイプの影響を受けてるなんていう風にも言われてるんですよね。ちょうどね初代 30Z ありますのでこっちも見てみましょう。でやっぱりねロングノーズのショートデッキっていうところからヘッドライトの部分とかね、なんとなく雰囲気が似てますよね。この年代を象徴とするようなフォルムというかですね、でもちろん初代 Z めちゃめちゃかっこいいんですけども、それのね、原点になったというか、このフォルムの先駆けとでも言いましょうかね。このジャガー E タイプ本当にかっこいい。これがシリーズ1、シリーズ2、シリーズ3とそれぞれあるんですけども、こちらがシリーズ3。シリーズ1、2と6気筒のエンジンを積んでいるのに対して、こちらのシリーズ3は V 型12気筒のエンジンとなっております。でジャガーの V12 といえばその後のねジャガーの XJS とかで、その後のテイムラ66とか前に動画でも紹介させていただきましたけども、 V 型12気筒のエンジン、それの先駆けとなったのがこのジャガー E タイプと言われていますね。でちょっとりょうさん、足回りも見てあげてください。この入り乱れたスポークの数、なんか72本あるみたいなんですけど、デザイン性すごいですよね。今の車ではなかなかこんなホイール作ろうと思わないですからね。めちゃめちゃかっこいいですね。ジャガーのマークもあって、でこちらのジャガー E タイプなんですけども、見た目めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。じゃあ走りはどうかというとですね、もうそもそもでジャガー C タイプ、ジャガー D タイプってね、これの前にあるモデルがあるんですけど、もうそもそもルマンっていうレースのスポーツカーのレースですよね。その大会を当時席巻していたというね、そういうスポーティーな一面も持ち合わせた車なんです。でそれの市販モデルでね XK っていうモデルがジャガーの市販車としてねあって、それの後継なんですけども、そのスポーティーさを踏襲してあえて C タイプ D タイプとレースで走っていた車の後継の名前を、スポーツモデルの名前ですね E タイプという名前を付けたということで、この見た目でありながら走りもすごいぞという、当時このジャガー E タイプが出た時は各メーカーめちゃめちゃ焦ったという逸話があるんです。見た目よし、走りよし、中身よし、これはすごい車ですよ。いろんな車に影響を与えた歴史的な一台、それがこのジャガー E タイプです。では内装を見ていきましょう。はい、こちらフルオープンの状態から内装を見下ろしています。絶景そのもの、ご覧ください。この映える赤、細いウッドステアリングにセンターエンブレム、とてつもない上質なデザインですよ。でドアをね開けてみますと、もうご覧ください。洗練された内張り、全面赤の革張りで、サイドシルもね結構高めで、これ特徴的ですね。でそのサイドシル部分も全て革、めちゃめちゃかっこいいですね。この角度から見るステアリングとサイドレバーの感じがもうたまらなくかっこいいですね。はい、ではちょっとお邪魔しちゃったりなんかして、よいしょ。いやー、もう乗るだけで緊張しちゃうぐらいの高級感です。うわ、めちゃめちゃいい。はい、メーター類こんな感じです。はい、コントロールパネル部分、このアナログ時計がまた良くて、で水温計とフューエルメーターですね。でこのボタンの感じもたまらなくクラシックでいいですよね。そしてシフトレバー、たまらないですね。で鍵穴がステアリングの左側についてるんですね。ちょっと珍しいですね。そしてここにグローブボックス代わりのちょっとコンパクトなね収納スペースがあるんですが、これはですね、別の鍵、こちらエンジン回す用で、グローブボックスの鍵はまた別にこちらの可愛いものがあります。はい、では開けてみましょう。はい、こんな感じ。ちょっとねささやかな、車検証入れもギリ入らないぐらいのささやかな収納スペースがございます。いや、りょうさんどうですか。
乗りこなせそうですか？私まだちょっと早いんじゃなまだちょっいですかね。とね、この E タイプに乗れる器にはちょっとなさそうですね。自分で乗ってて見合わないなと思ってしまいます。これね、スマートに乗りこなせるようになったらかっこいいですね。かっこいいです。ちょっとそうなりたいもんです。そうなりたい、憧れたよね。こういうのをね、スマートに乗りこなせるダンディーな男性になりたいもんですね。いや、かっこいいな。このホーンボタンなんですけど、はい、これが限定150個のものらしいんですよね。このキャップ自体が。そうです。これそうなんですね。これ限定品なんですか？元からついてたものではなくて。そうらしいです。そうですか。来たそれではですね、今フルオープンの状態ご覧いただいてるんですが、ホロをつけた状態のこのジャガー E タイプも全くねかっこいいので、そちらご覧いただきたいと思います。いや、これホロつけるのすごい簡単ですね。前回の動画でベンツの R107 の 500SL ってあれもオープンカー付け外ししたんですけど、それ結構大変だったので、この E タイプもね取り外しするってなった時に大変かなと思ったんですけど、一人でもう全然慣れたらそれこそ1分ぐらいでできちゃいそうです。で、はい、ご覧ください。ホロをつけた状態のジャガー E タイプ、これもどうですか？室内の赤とね、赤っていうかエンジ色に近いんですかね。ホロの色は統一されててまたいいですよね。室内の内装関係の鮮やかな赤に対してルーフはね若干落ち着かせてね色を。でこの白もね、光沢の激しいビカビカの白というよりは割とねこう落ち着いた色になってるので、このルーフのエンジ色もねそれに合わせてやっぱ上品なねダンディーな仕上がりになってるわけですね。いやー素敵で、エンブレムね、ジャガー E タイプ V 型12気筒のこのマークですよ。うわかっこいいな、たまんないっすね。たまんないっす。でフューエルポンプね、これもかわいい。では気になるエンジンルーム見ていきましょう。エンジンルーム開けますよ。よいしょ、オープン。ちょっと重い。よいしょ。はい、出ました。これ元祖と言ってもいいのかな。後のねデムラ66とかジャガー XJS に踏襲される V 型12気筒のこのエンジンで、ボンネットもなんかあれですね、フルオープンになるからあんまりぎっちりみっちり詰まった感じには見えないですね。はい、実はですねこのジャガー E タイプシリーズ3ある工夫がなされています。言っても年式1974年のものなので、大昔ですよね。約40年前。それを考えるとエンジンの冷却性能っていうのはやっぱ当時それほど高くなかったわけです。それに加えてこの V 型12気筒ね、パワフルな 5000cc 超えのエンジンを積んでるわけなので、もちろんエンジンルーム熱くなります。そこでですねこの E タイプでは冷却機能を高めるために電動ファンをですね3つもつけてオーバーヒート対策しております。強化型の電動ファンが2つ、ラジエーター前にも1つということでですね、古い車特有の、オーバーヒートが怖いとか、日本はね渋滞が多いので渋滞に捕まった時なんかもう不安を抱えながら運転するっていうことがねつきものなんですけど、そこをかなり解消してくれるそんな仕様になっております。じゃあエンジンかけてみましょう。はい、それではエンジンかけていきます。一発始動。アイドリングも安定してますね。いい音だな。いやすごい安定してますね。めちゃくちゃ調子いいですね。ね、セル回して一発でついて、その後も揺れも少ないし嫌な音全然しない。かなりいいですね。いや1974年の車でこれですよ。はい、エンジン落とします。状態バッチリじゃないですか。すごいいいですね。よいしょ。で内装も外装も見ていただきました。エンジンもかけてみました。で状態もすごくいいですし、走行距離も約5万4000キロとまだまだ元気に走れる、すごいね貴重な1台です。これをね仕入れさせていただきました。もうクラシックカー屋としても仕入れる側でもねめちゃめちゃテンション上がりますね。いや本当生きててよかったね。やっぱ見た目のところに関してはね冒頭でも説明させていただいたんですけど、国産車にも通ずるところがあるんですけど、内装やっぱりねちょっとやっぱかなわないなって思っちゃいますよね。ジャガーって強いんですよね、こういうとこね。これもね過去の動画で何回か
お伝えさせていただいてるんですけど、ジャガーの創始者の、理念としてですね、美しい車は必ず売れるっていう、そういうね美しさを追い求めてるメーカーでもあるので、もう有言実行ですよ。まさに本当かっこいいですもん。実はですね、このジャガー E タイプシリーズ3、当店で扱うのは初めてではございません。前もですね、実はクラシカの創業当時から販売させていただいておりました。私店長は本当この 3,4 ヶ月でこのクラシカのお店任せていただけるようになったんですけども、お店自体はね3年ぐらい経つんですね。でその時に写真撮影を頼まれてたんですよ。私ちょっと写真が趣味なもので、その時にねいろんなクラシックカーかっこいいなと思いながら写真をバシャバシャ撮ってたんですけども、この E タイプの同じやつ写真撮った時にはちょっとねもう笑っちゃいましたもんね。かっこよすぎて、どの角度で撮っても映えるというか、自分がもうね写真撮るのめちゃめちゃうまいと錯覚してしまうぐらいの被写体の良さなので、ジャガー E タイプのオーナーの方にはね、愛車ってやっぱ写真たくさん撮りたいじゃないですか。そういうね走り以外でも鑑賞用としてもプラスの価値を見出してくれるような、そんな車ですね。本当に細部までねいろんなところ各パーツ見て、どの部分見てもかっこいいんですよ。様になるというか。じゃあちょっと内外装チェックしていきましょう。本当おおむねね綺麗にペイントされてるんですよね。細かちょっとひびっぽいところも見受けられるのか。でブリスターかな、ちょっとブツブツしてるところがそれなりにはありますね。パッと見では気にならないけど、明るいところでよく見るとちょっとプツプツが気になるかな。見えるかなね。こういうクラックもう全然ね爪に引っかかったりは全然しないぐらいなんですけど、見た目のところでねひび割れてる感じが数箇所ございます。でリアですね、こちらも同様によーく見るとね、ブリスタークラックそれぞれあるような感じはします。でメッキがちょっと曇ってる感じなので、これも磨いて綺麗になるのかなというところですね。ちょっとここが傷ですね。傷はございますと。はい、内装ですね。やっぱ乗り降りする時のねどうしても足が引っかかったりするので、この辺りダメージ感はありますね。クリーニングと革の補修でどこまで綺麗にできるかというところで、フロアマット純正のジャガーのものが引いてあります。で運転席ですね、ちょっと穴開いてますね。これをどこまで補修できるか。ここ穴ですね。穴とこの辺りもさすがに40年前の車ってだけあって、ダメージを受けてるところは各部位に見当たりますね。で後部座席こんな感じ。助手席は目立った傷はなさそうですね。でホロの内側とダッシュボード割れたりしてないのはありがたいですね。ということでざっとご覧いただきました。でどの箇所をどこまで補修するかっていうのはですね、これからお店のメンバーと話し合って決めていきたいと思います。もしかしたら塗装関係はもう全て剥がして全塗装を思い切ってしてしまう可能性もあります。それだけする価値のある車だと思うので、このままでも全然乗れるんですけど、せっかくねこれだけスタイリッシュなクラシックカーを仕入れたので、もっとねバシバシの状態に仕上げたいってなるかもしれないので、そのあたりはちょっと相談しながらまた進捗は追って連絡させていただこうと思います。と各部位ねざっと紹介させていただきましたが、やばいですね。やっぱどの角度から見ても本当かっこいいんだよな。でもあまりにも美しくてですね、いろんなところで世界一美しいと言われた車って言われてるんですけど、フェラーリのエンツォ・フェラーリ、彼をもってして欲しいと美しいと言わせたのがこのジャガー E タイプだっていうんですね。生で実際この目で見ると納得ですね。美しいですね。ということで今回1974年式ジャガー E タイプシリーズ3を紹介させていただきました。また仕上げの様子ですとか、他にもたくさんの魅力的なクラシックカー仕上げておりますので、進捗があればこの YouTube の動画でご報告させていただきます。それではまたお会いしましょう。